こんにちは、ミッキーです。今回は完全攻略東京喫茶店16選としてご紹介していきます。これまでにたくさんの素敵なお店をご紹介してきましたけれども、個人的に印象的なお店が多いのは喫茶店だと感じています。もともとアルコールの提供がなく、料理も加熱調理を行わない前提で営業されているのが喫茶店の営業許可。そういった背景もあり、飲食物だけではない空間づくりの点で魅力的に感じることが多いのかもしれません。ただ、2021年6月以降は営業許可は統合され、今やカフェと喫茶店の区別はなくなってきました。そんな転換点を迎え、より店舗ごとの個性も際立ったなと感じています。そんな今だからこそお伝えしたい16店舗の魅力にぜひ触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、コーヒー王城さんでございます。昔ながらの純喫茶が多く、激戦区の上野において50年の歴史を持つ老舗喫茶です。実は現在の店舗でさえ移転後の店舗になっていまして、本当の歴史は50年よりもさらに長かったという噂です。記録に残っているのが昭和50年、西暦1975年に現在の場所に移転したからということなので、その歴史の深さもより味を出している気がします。とはいえ、移転前からも店舗の間取りこそ変われど、印象はほとんど変わっていないとのこと。ご覧のようにゆったりとしたソファー席を含め、レトロな装飾と清潔感のある空間は多くの方々に今なお愛されています。そんな王城さんで印象的だったのは客層の広さ。昔からの常連客の方々がいるのはもちろんのこと、大学生や高校生の方ですらお店を訪れていました。未だに喫煙可能な純喫茶の多い上野ですけれども、こちらのコーヒー王城さんは全席禁煙を決断したからこそ若い人にも親しまれる空間です。芸能人にもよく紹介されるお店でございまして、近年では雑誌で岡崎紗絵さん、新聞で飯豊まりえさん、CD リリースで乃木坂46の人気メンバーがご紹介して以降、よりその人気っぷりは加速しているようです。そして一番の人気メニューはチョコレートパフェ。たっぷりの生クリームにアイスクリーム、缶詰のみかんにチョコレートソースがかかった昔ながらのシンプルな形ということでございますので、ぜひ注文してみてほしいです。そんな王城さんですけれども、個人的なおすすめはモーニングトーストの厚焼きセット、そして今映しています王城クリームソーダ。唯一無二の厚焼きバタートーストにコーヒーとゆで卵がついて700円のセットはまさにコスパ抜群。なんといっても厚焼きトーストの塩とバターの加減が抜群に美味しかったので、ぜひ朝活をしてこちらの味触れてみてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは古城というお店でございます。先ほどは王城さんで、こちらは古城でございます。こちらのお店も1963年創業の老舗喫茶店です。普通に過ごしているだけでは見過ごしてしまいそうな入り口になってるんですけども、少し覗き込みますと、こちらの騎士の描かれた欧風ステンドグラスとシャンデリアがお出迎えしてくれます。そんな入り口を少し下ると、今度は婦人のステンドグラスがお出迎え。まさに隠れ家的、もはや秘密基地のような空間は、ぜひとも味わってほしいような極上な場所になっています。一点だけ、喫茶目的店であるため、タバコの煙が苦手な方には少し厳しいかもしれません。また、同様にして未成年の入場はできませんので、大人の空間だと言えます。さて、店内の空間はまさに地下宮殿さながらの高級空間。どうやらこちらの内装は世界三大美術館であり、ロシアの世界遺産でもありますエルミタージュ美術館をイメージしているようでございましたので、その空間にもぜひ触れてほしいです。天井を彩るシャンデリア、レトロなインテリアに壁面を彩るステンドグラス、また今映していました通り、店内奥には電子オルガンまでもがありました。こちらも先ほどの王城さん同様、著名人の方々にも愛されていたりとか、
あとはドラマのロケ場所としても使われていることがあるということでございました。なのでもしかするとこの空間、なんとなく見たことがあるかなという方もいるかなと思います。そしてこちらがメニュー表になっているんですけども、もちろん紅茶やコーヒーは注目になっていまして、他にもソフトドリンクも充実しています。なので未成年の方は入れないんですけども、大人の方で少し休憩がしたいけれどもカフェインも抑えたいというニーズにも応えられるかなと思います。あとぜひともそういったコーヒーや紅茶と合わせていただきたいのがスイーツになっています。スイーツもケーキを中心に様々なレトロ喫茶メニューがありますので注目ですし、朝9時からやっていまして、トーストやサンドイッチ等のメニューも充実していますので、朝活にも利用できるかなと思います。また、ランチメニューとしても活用できるようなフードもたくさんありましたので、普段使いにもぴったりかなと思います。メニューを注文した後はテーブルの幅が限られているということもありまして、メニュー表は下げられてしまうんですけれども、メニュー表の後ろのページには、ご覧のように過去に古城さんが紹介された時の記事なんかもありますので、ぜひこちらで確認していただいて、気になるメニューを注文していただくのがいいかなと思います。私は普段のカフェ巡りの中で、事前にインスタグラム等で気になるメニューを探してるんですけども、例えばこのお店に初めて訪れた方がメニュー表を確認しておすすめメニューをチェックするといった用途でも、こういった配慮はとても嬉しいかなと思いました。こういった工夫からも、インスタグラム等の SNS がなかった時代にも、様々な PR を工夫してたんだというところが、この長い歴史を支えている、そんな理由になっているのかなと思っています。そして、この日いただきましたのは、ミルクセーキと卵サンドセットになっています。ミルクセーキは創業時からの伝統メニューということでございまして、ミルクセーキの魅力を知るためにも味わってみてほしい一品になっています。また、卵サンドは焼きたてふわふわの卵をキュウリと一緒に挟んだ魅力的なメニュー。ほんのり効いた塩気が病みつきになるリピート必至メニューでございました。そして喫茶店といえばやはりコーヒー。今回セットメニューでいただいたように、ここ古城さんでいただけるブレンドコーヒーのカップは、喫茶店愛好家の間でも人気の高い日本の陶器会社日光の山水というものです。こちら古城さんでは通常男性だと青のカップ、女性だと赤のカップで提供されるということなので、そういった心遣いも粋でございます。続いては1977年創業、上野駅からすぐの場所にあります昭和レトロな喫茶店、コーヒーショップギャランさんでございます。こちらのお店は駅から近いということもありまして、とても人気なお店なんですけれども、営業時間も長く8時から23時までやっていますので、とてもおすすめな店舗でございます。店頭には食品サンプルの展示もございまして、近年のカフェではなかなかお目にかかることもないと思いますと、こういった部分も含めまして喫茶店の見どころになるのかもしれません。創業当時から変わらない雰囲気を大切にし、内装はもちろんのこと、店員さんの制服も味があります。こちらのお店も先ほどの古城さん同様、全席喫煙可能ということもございまして、20歳未満の方の入店はできず、非喫煙者の方は気になるかもしれませんが、一言伝えていただくことで多少席の配慮はしていただけそうです。店員さんの接客も比較的良いので、ぜひ一言聞いてみてください。一方で席の数は75席と非常に多く人気店なんですけれども、比較的回転も良いので、仮に階段付近まで並んでいたとしても少し待ってみることで座れることが多いです。また上野といえば動物園ということで、パンダの装飾なんかがあったりというところで、そういった遊び心も素敵だなと感じました。そして注目なのはそのフードメニューの充実さ。サンドイッチ、トースト、パスタ、カレー、オムライスなど喫茶店での定番はほとんど楽しめそうな印象でございます。またデザートも大人気のパフェにとどまらず、ケーキやあんみつなど種類が豊富でございました。ドリンクとしてはコーヒーはもちろんのこと、喫茶店の定番メニューでございますクリームソーダに加え、生フルーツを使ったバナナジュースやパインジュース、レモンスカッシュやミックスジュースなど、コーヒーが苦手な方でも楽しめるメニューも充実していました。さらに朝8時から11時まではサラダとドリンクにフードメニューがついたお得なセットもございまして、実質のモーニングになっていますので、ぜひお試しいただきたいです。またお店が夜23時まで営業しているということもございまして、アルコール類の提供もございました。そしてこの日いただきましたのは大人気のフルーツパフェ、そしてコーヒーでございます。上野周辺は魅力的な飲み屋さんも多く、飲みの後のコーヒー、そしてパフェというのもいいかもしれません。続いてご紹介しますのはニットさん。昭和レトロな純喫茶で
驚くほど厚みがあるホットケーキを頬張る幸せな時間を過ごせる空間です。創業50年以上の歴史を感じる喫茶店ニットにはいつも幅広い世代のお客さんが懐かしさを求めて遠方からも足を運んでいます。昔ながらのショーウィンドウにはナポリタンやパフェのサンプルが飾ってあります。こちらのお店はもともとセーターを製造する町工場だったそう。東京の下町が過去にもご紹介しています通り、そういった手作りの職人魂が込められている場所がたくさんありますので、こちらニットさんもその一部だったのかなと思います。そんな町工場だったこちらのニットさん。時代の流れにより昭和41年に喫茶店を開くことになりました。せめて名前だけでも残したいと、店名をニットにしたところからこちらのお店が誕生しています。そしてお店の扉を開けますと、中は広々としていまして、革張りのソファー席がずらりと並んでいます。壁紙のデザインや照明の形はどれも懐かしいデザインになっていまして、暖色の照明が静かで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。お店の男性スタッフさんの制服を見ますと、白シャツに蝶ネクタイ、そしてその上にはお店の雰囲気にもぴったりなワイン色のニットベスト。こういった服装からもお店の歴史を垣間見ることができます。そしてこちらニットさんでの注目メニューはホットケーキ。お客さんの声に応えながら柔軟にメニューを増やしていく中で人気メニューのホットケーキは誕生しました。シンプルにでも丁寧に焼き上げますホットケーキ。まずは銅板の中に乗せられたマリー専用の型に生地を流し込みます。そのまま20分じっくりと焼いていき、裏返してからその型を外し、丸く形を整え、さらに5分焼き上げています。そのため今回ご紹介しますホットケーキセットは焼き上がりまで40分くらいかかります。なので訪れる際には時間に余裕を持つことをお勧めします。もちろん人気メニューはホットケーキですけれども、他にも注目メニューはたくさんございます。トーストについてもハムトーストや卵トースト、野菜トーストやチーズトースト、ツナトーストと様々な種類がありましたし、他にもビーフカレーやスパゲッティ、ピラフやオムレツ、焼きそばに焼肉、ハンバーグ、ビーフシチューなどなどたくさんの種類がありましたので、まずは今回ご紹介しますホットケーキセット試しつつ、2回目以降はこういった他の喫茶店メニューも注文してほしいです。さて、こちらが今回いただきましたホットケーキ。お皿に乗ったホットケーキの厚みはなんと2センチ。そのホットケーキを2枚重ねていますので、とても高くてふわっとしたホットケーキが出来上がっています。上にはちょこんとバターが乗っかっていて、焼き色も美しく、生地の香ばしい香りとバターの豊かな香りが何とも幸せな気持ちにしてくれます。外はパリッと中はふわふわの食感。バターやシロップがよく染み込んで、見た目とは裏腹にペロッと食べることができます。ぜひこちらのニットさん、昭和レトロな素敵な空間とともに過ごしてみてください。続いてご紹介しますのはコーヒーミカドさん。昭和から続くレトロで素敵な雰囲気のお店で、ずっと変わらない定番の喫茶店ランチを楽しめるお店です。コーヒーミカドは入り口の商品ケースにメニューのサンプルが並び、昭和の喫茶店がそのまま残り、懐かしい雰囲気を味わうことができるような空間です。こちらのお店に関しましても、先ほどご紹介しましたニットさん同様、昭和レトロな雰囲気を感じることができまして、もちろん被るメニューもあるんですけれども、お店の中の雰囲気も味付け自体もちょっと違いますので、そういった違いも感じてみてほしいです。さて、中に入りますと、天井にはきらびやかなシャンデリアが飾られまして、ソファー席がずらりと並んでいます。特にユニークで今珍しいのが、テーブルがゲーム機になっているところ。テーブルごとでもそのゲームの種類も異なってきますので、まずは案内された席を確認していただいて、2回、3回と訪れる中で、そのゲームの違いも味わってみてほしいです。さて、メニューのご紹介をしますと、もちろんコーヒーミカドという名前の通り、コーヒーは注目ですけれども、リンゴ、バナナ、みかんやチョコレート、そしてバニラアイスが乗ったカラフルでボリューム満点のレトロなパフェも今も人気です。そしてボリュームもあって懐かしい定番メニューの喫茶店ランチを楽しみに来られるお客さんも多いとのことです。ランチのセットとしましては、昔ながらのトーストやサンドイッチ、ナポリタンスパゲティやオムライスや豚の生姜焼き定食もありまして、気取ることのない喫茶店らしいなんだかホッとするような味わいだと喜ばれています。ドリンクメニューとしましては、他にもミルクセーキやレモンスカッシュ、クリームソーダがございまして、ソーダのメニューに関しましてはフロートにすることもできます。フロートはプラス100円でバニラアイスをつけてくれますので、そういったドリンクメニューもフードメニューと合わせて楽しんでほしいです。
他にも喫茶店でありながらビールや焼酎、ウイスキーの提供もありましたので、お酒を飲みたい方にもおすすめな空間になっています。さて、こちらがこの日に注文しましたハンバーグサンド、そしてブレンドコーヒーです。ハンバーグサンドはこちらの店の人気メニューになっていまして、お店の厨房で手ごねして焼き上げたハンバーグをサンドしたメニュー。ハンバーグはジューシーで柔らかく、味も量も大満足でございました。そんなハンバーグサンドなんですけれども、パンに関しましては耳ありと耳なしから選ぶことができます。ボリューミーにいただきたい方は耳ありを、ハンバーグの味を十分に楽しみたい方は耳なしを注文していただいて、その味わいに触れてみてほしいです。続いては食べログ喫茶店百名店2022にも選出される浅草で有名な喫茶店コーヒー天国でございます。特にホットケーキが有名で、天国の焼き印が入ったパンケーキはどこか懐かしさも感じるようなメニューです。喫茶店としての魅力はもちろん、可愛らしいオリジナルグッズも注目。天国訪問記念メイドの土産と銘打った遊び心あふれるコンセプトも素敵です。店内で提供される際のマグカップをはじめ、オリジナル T シャツやキャニスターなどの定番グッズはもちろん、紙工作で作るコーヒー天国さんのジオラマ、絵はがき、ホットケーキを再現した磁石や手ぬぐいなど、他ではなかなか売っていないようなグッズもありました。キャニスターに関しましては、たくさんの色がありまして、店内にもサンプルがディスプレイされていますので、ぜひお気に入りを探してほしいです。こちらが多種多様なキャニスターですね。そしてやはり注目はホットケーキ。試行錯誤を重ねた粉の配合がポイントとのことで、膨らみが悪くならないよう作り置きをしないで、注文ごとに粉から生地を作っているということでございました。さらに焼き上げも熱伝導の良い銅板で行っていますので、焼きムラのない最高の一品を味わうことができます。一口食べればほっぺと煩悩が落ちる天国名物をお試しくださいということでございました。こちらがこの日いただきましたホットケーキセットでございまして、天国の焼き印が入ったパンケーキも注目ですけれども、お皿やコーヒーカップに関しましても天国とついていますので、そこもレトロでおしゃれな雰囲気ですよね。ホットケーキももちろん注目でございますけれども、セットでいただきましたコーヒーも注目でございます。ホットケーキに合うような味わいを目指して作られたこだわりの一杯でございまして、こちらも注文後から豆をひきまして丁寧に提供いただける、そんなメニューでございました。ちなみにホットケーキセットもソーセージがついたホットケーキ&ソーセージセットとか、アイスがついたホットケーキ&アイスセットもありましたので、胃袋に自信がある方はそちらを注文していただくのもおすすめです。ぜひ昔ながらの喫茶店らしさ、パンケーキとともに感じてほしいです。続いてご紹介しますのは、食べログ百名店2022にも選出されました昭和54年から続きます老舗の隠れ家的喫茶店でございますコーヒーホールくぐつ荘さんでございます。こちら階段を降りて鉄の扉を開けますと、時を経てもなお変わらないほっと一息つける空間をコンセプトにしていまして、この中央線らしさといいますか、このアーティスティックな空間、ここだからこそ感じられるような空間はインスタ映え間違いなしの必見な空間になっています。創立380年にもなります江戸糸操り人形劇団であります結城座の劇団員の手によって出来上がった空間でございまして、どこか不思議な印象を覚える非日常を味わうことができる空間でございます。そんな背景から付けられましたのがくぐつということでございまして、そんなくぐつに加えて吉祥寺に根付くという意味を込めた草を付け加えられたお店の名前がこちらのくぐつ荘だということでございます。ちなみにくぐつという言葉は異民族集団であったともされていますし、共同集団であったともされていますので、権力と直結しない自由の民でもあったと言われています。農業、鉱物、芸能など幅広いジャンルの集団で、彼らは流浪の民でありまして、くぐつと総称されていたということでございます。
傀儡というとなんとなく操られているようなイメージがするかなと思うんですけども、こういった背景を知っていただきますと、実は自由の民であったということでございまして、なんか今の、例えばフリーランスが増えてきたりとか、リモートワークが増えてきたりということで、あとはファイヤーという考え方が広がってきて、自由という言葉がだいぶ生き方として浸透しつつある今の現代にもぴったりと合うようなコンセプトのお店にもなっているのかなと思っています。そんな背景を踏まえつつ考えていますと、こちらの傀儡荘さんに集まるような全ての方々が傀儡の民なのかなというふうに感じることができます。このお店で提供されていますメニューもですね、味があるこういったメニュー表になっていまして、一つ一つの値段は少し高いんですけれども、ぜひこの空間内だと考えていただけると満喫いただけるような場所になっているのかなといった印象でございます。ここ傀儡荘さんのブレンドはオールドコーヒーと呼ばれるよく実った良質のコーヒー豆を2年以上自然乾燥させて熟成したものを使用しているということでございまして、木豆をすぐ焙煎したコーヒーのような酸味や雑味がないフレンチローストのじっくりとしたそれこそ喫茶店ならではのコクがあって深みがある味わいを感じることができるようなこだわりの品質になっています。そしてこの日いただきましたのは傀儡荘カレーセットでございます。じっくりと炒めた玉ねぎの甘さがスパイシーさを引き立てる傀儡荘カレーは開店以来変わらない味だということでございまして、約10種類のスパイスを使っているということでございまして、香りが立つように炒めてから麻袋に入れまして1日がかりで煮込んでいるというこだわりっぷりでございます。サラダとかパスタにもこだわりがありまして、3種類のショートパスタが入っているのに加えて鳥の形に切った人参が入っているということでございますので、ぜひそのあたりも注目していただいて、このアーティスティックな空間を十分に感じていただくことができるかなと思います。続いてご紹介しますのは24時間営業で喫煙も可能な名店喫茶になっていますコーヒー貴族エジンバラというところでございます。新宿駅から少し歩いて新宿三丁目駅側にありますので、比較的ですねイメージされるような新宿のごちゃごちゃした感じというよりは少し大人な雰囲気が漂うような空間になっています。そういった雰囲気が好きで、私自身も過去の新宿特集で新宿三丁目あたりの店舗はご紹介していることが多いかなとも思っています。こちらは食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれている店舗になっていまして、2014年まで歌舞伎町で築いた40年の歴史に幕を閉じ、こちらの新宿三丁目エリアに移転してからも当時のレンガやシャンデリアなどを備えて当時の名残がある要素を大事にしている、そんなお店になっています。こういった形でめちゃくちゃ広々とした店内になっていますので、新宿で予定がある方なんかはこちら休憩所として使っていただくのもめちゃくちゃおすすめになっています。で、こちらなんですけども、お得なモーニングセットはコーヒーがおかわり自由になっていますし、さらにデザートもついていますので、めちゃくちゃお得になっていますので、後でですね、確認していただきたいなと思っています。で、喫茶目的店という形で喫煙することもできるんですけども、分煙もしっかりされていますので、タバコの煙が苦手な私でもですね、安心して過ごすことができました。私は朝の9時ぐらいから2時間ほど過ごさせていただいたんですけれども、本当に煙気になることなく、ゆったりと時間を過ごすことができました。で、先ほどもちらっと申し上げたんですけども、こちらは電源と無料 Wi-Fi も備えていまして、席は全部で130席のキャパシティを備えていますので、めちゃくちゃ広々とした空間にもなっています。例えばこの辺りですとバルトナインとかピカデリーとかの映画館が近くにありますので、映画を見られる場合に予約していただいて少し時間を潰したいなんて方にもお勧めできるかなと思っています。個人的には近くにありますブルックリンパーラーさんもおすすめなんですけども、あそこ結構混んでましてなかなか入ることができないケースが多いので、こちらぜひご活用をご検討ください。さらにですね、以前に新宿編でご紹介していますようなコーヒーセーブさんなんかもおすすめできるかなと思ってますので、ぜひですねお好みに応じて喫茶店も選んでいただきたいなと思っています。で、こんな感じでモーニングメニューは3種類、ロールパンとトーストパンと雑炊がありますので、その日の気分に応じて頼んでほしいです。私はモーニングセット B でありますトーストを頼ませていただきました。で、他にも軽食メニューも非常に充実していますし、コーヒーがとても美味しいお店になっていますので、サイフォン式で丁寧にいっぱいいっぱい入れていただくことができるこちらのコーヒー、ぜひ味わってほしいです。こちらのサイフォンの様子は店内に入っていただきますと、カウンターで並んでいる様子なんかもめちゃくちゃ圧巻になっていますので、ぜひ写真等にも収めていただきたいです。こちらがこの日いただきましたモーニング B でございまして、1000円でこちらのトーストとサラダと、あとは目玉焼き、ベーコン、そしてコーヒーをいただくことができます。先ほども申し上げましたけども、コーヒーはおかわり自由になってますので、先ほど私も2時間ほど滞在したというふうに申し上げたんですけども、長居してしまうような雰囲気もとても伝わってくれるかなと思っています。ちなみに店内には
新聞や雑誌も用意されていまして、2カ所に設置された本棚エジンバラ文庫では、神保町の古書彩りが担当した選手によって約500種類を手に取って読むことができるということでございますので、本好きな方なんかはぜひ活用いただきまして、気に入った本は購入することも可能だということでございますので、ぜひそのあたりも活用いただきたいなと思っています。続いてご紹介しますのは、新宿に根付き昭和らしさを十分に感じられる老舗喫茶店ランブルさんのご紹介です。1階の入り口からは気づかないほど広々とした空間が地下には広がっておりまして、そんな広々とした開放的な天井は圧巻でございます。ご覧の通り、入り口を入ってすぐの席はそれほど多くなく、むしろ暗めなので営業していないんじゃないかと疑ってしまうことすらありそうでございます。こちらが地下の様子になっていまして、地下はとても開放的な様子が伺えますよね。そんなランブルさんが新宿に開店したのは1950年のこと。創業から70年が経った今は、創業者のお孫さんが店長を務め、その歴史を紡いでいるようでございます。現在の場所は開業当初から移転してできたお店なんですけれども、当時は地上3階、地下1階の超大型店舗で収容人数は400人。日本最大級の喫茶店だということでございました。少し規模が縮小した今でさえ、席の数は200席と変わらず圧倒的な規模でございます。そんなランブルさんですけれども、回転率もそこそこいい印象でございますので、まさに今回のテーマのように穴場的にも利用できる、そんな店舗でございます。こちらのランブルさんは新宿区の地域文化財としても指定されているようでございますので、そういった趣のある空間は存分に味わってほしいところでございます。今映しておりますのはランブルさんのおすすめの一つでもございますケーキ。こちらのケーキはオープンから長年変わらずランブルの味を実現する絶品ケーキの数々でございまして、ランブルさんと提携していますケーキ屋さんから常に仕入れているということでございます。この日は昼過ぎに伺っていますので数も結構残ってたんですけども、土日のような混む日に関しましてはこのケーキも売り切れてしまうことがあるかと思いますので、ぜひお早めに訪れてみてほしいです。そんなケーキ以外にもたくさんの注目メニューがございまして、アルコール類も提供されていますので、営業時間は6時までなんですけれども、お昼からアルコールを楽しむというのもありかもしれません。そんなランブルさんでこの日いただきましたのは卵とツナのサンドセットでございます。ランブルさんの営業が9時半からと比較的早めにオープンするということもありまして、モーニングとしてもぴったりなのがこちらの卵とツナのサンドセットです。サラダもついて具材たっぷり、コーヒーもしくは紅茶から選んで注文できますので、お好みを選びつつ落ち着いたひとときを過ごすことができます。ちなみにこちらのランブルさんは会計は現金のみという点だけご注意いただければと思いますので、訪れる前に財布をチェックしていただいて ATM 等でお金を下ろすのも忘れないでほしいです。このサンドのボリュームも手頃なのがとても嬉しいかなと思いますし、紅茶もポットからお好みで注いでいただくことができますので、自分のペースでいただけるところもおすすめなポイントですよね。そして個人的にもう一つおすすめなのがこちらのコーヒーゼリーでございまして、レトロな大きい円状のグラスにコーヒーゼリー、ミルク、アイスクリームが乗ったレトロメニューでございます。このコーヒーゼリー、甘みが強くなくビターな味わいでございますので、ぜひその大人の味わいも感じてみてほしいです。ロータスのクッキーがついているところもちょっとこじゃれて素敵かなと思っています。まさにプルプルなゼリーになっていますので、その食感も含めて楽しめるかなと思います。続いては1976年オープンの老舗喫茶店コーヒー専門館伯爵の池袋北口店でございます。池袋周辺に展開しておりまして、今回ご紹介する池袋北口店の他にこちらの伯爵さんは池袋東口店や巣鴨店、カフェドパリというブランドの池袋西口店もあるということでございます。店内は昭和のレトロさをゴージャスさを兼ね備えた特別な空間でございまして、他にはなかなか見ることができないような装いでございます。合計100席ありまして広々としていますので、休日にも比較的待ち時間少なく利用できる点もおすすめなポイントになっています。こんな形で様々なフードメニューが魅力的でございまして、なんとモーニングセットは朝7時から14時まで利用可能でございまして、トーストとサラダ、ゆで卵にドリンクがついた A セットは660円でいただくことができます。
なので仕事前のサラリーマンの方々はもちろん、少し遅く起きた日のブランチにも利用をお勧めしたいお店になっています。こんな形で2階に上がっていただきますと、もうすでにゴージャスな感じが伝わってくれるかなと思います。またこのレトロな雰囲気もなかなか楽しむことができないような空間になっていますので、そういったところもおすすめですね。先ほど新宿駅周辺の店舗としてご紹介したコーヒー貴族エジンバラさんですとか、以前に新宿編でご紹介したようなコーヒー西武さんなんかともちょっと雰囲気似てるかなと思います。こちらが店内の様子になっていまして、ステンドガラスの感じとか、このいい意味で大げさな装飾なんかもまさに昔らしいような、なんかバブル期のような喫茶店なのかなというふうに感じています。席の形態としましても4人ぐらいでかけられる席もありますし、お一人様でカウンターっぽく楽しめるような席もありますので、そういったところもおすすめのポイントかなと思っています。客層も本当に老若男女たくさんいたかなという感じですけれども、比較的喫茶店だからか若い女性陣というよりかはおじさまとかが多いような、そんな印象でもございました。このランプの様子とかもなかなか珍しいかなと思いますし、おそらくあまり馴染みがないだけで、もしかすると知っていただいた方は女性陣でも結構入ることができるかなと思っています。あと今映していますのが1テーブル限定のテレビゲーム台でございまして、こちらプレイすることもできるということでございますので、ぜひ気になる方はゲーム選んでいただいて、その中から試していただければと思います。今後ろで映っているのは麻雀のゲームだったかと思うんですけども、これも確か複数種類のゲームから選べますので、そういったところも確認しながら試してほしいなというところです。あとこちら先ほどモーニングとかランチとか申し上げたんですけども、カフェのスイーツセットなんかもありますので、スイーツだけの利用でもとてもおすすめです。そしてこちら頼みましたのは今回ナポリタンセットでございます。で、奥側に映していますのがオムライスセットでございまして、どちらも1000円以内でいただくことができるのがとてもおすすめなポイントですね。さらにオムライスセットにはサラダとドリンク、ナポリタンセットにはサラダとドリンクとスープがついてきますので、そういったところもとても高コスパなところなのかなと思っています。で、このセットに関しましてはランチタイムだけではなく夜の閉店の時間まで利用することができますので、仕事終わりにちょっと疲れて家でご飯を作るのはめんどくさいなという方に関しましても、こちらでこういったボリューミーなセットをいただくというのもとてもいい選択肢なのかなと思います。喫茶店なのでお酒の提供はないんですけれども、あまりアルコールを飲まれないという方に関しましてはとてもお勧めできるような空間かなというところです。ちなみにこちらで提供されているコーヒーは新宿区に根付いています山下コーヒーさんの豆だということでございました。続いてご紹介しますのは、神田から食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれているこちらコーヒー専門店エースさんでございます。この外観からめちゃくちゃ素敵な雰囲気が伝わってくれるかなと思うんですけれども、世界のコーヒー40種類と書かれています通り、たくさんの種類が用意されています。こちらは昭和46年に創業した神田の名物喫茶店になってますので、神田にお勤めの経験がある方なんかはもしかするとご存知かもしれないです。こちらの看板メニューであります海苔トーストは他では味わえない絶品になっていまして、なんと220円でいただくことができます。以前私も神田に勤務していたことがあるんですけれども、2018年当初なんと170円でいただけたので、その時はめちゃくちゃ破格な値段になってましたね。こちらのお店はご兄弟で運営されているお店で、温かみのあるお兄様の手書きメニューもめちゃくちゃ素敵になっています。そして冒頭で申し上げました通り、ストレートやブレンド含めめちゃくちゃたくさんの種類のコーヒー豆、そしてモカジャバやバターコーヒー、ハワイアンコーヒーなど世界中のコーヒー提供スタイルで楽しめるというところも魅力の一つになっています。非常にフードメニューも充実していますので、喫茶店で本を読んだりとか各々の時間を過ごしていただくのもいいですし、お腹が空いた時にコーヒーブレイクとして立ち寄っていただくのもとてもお勧めできるかなと思っています。こちらメニュー表示させていただいていまして、本当に字が上手で、こういった味のある雰囲気を出してくれているところがインスタ映えにもなるかと思いますので、ぜひ確認していただいて思い出に収めてほしいです。そして今回海苔トーストをおすすめするんですけども、さらに言いますと SNS と皆さんもご確認いただきますと確認できるかと思うんですけれども、アメリカンドーナツというのも人気メニューになりつつあるということでございますので、ぜひ確認していただいて気になる方はこちらも頼んでほしいです。こちらはこの日いただきましたモカジャバでございます。このカラフルなチョコレートがかかっている様子もとても素敵だなと思ってますし、さらに言うとこちらの陶器がとてもおしゃれですよね。喫茶店ならではの楽しみ方として、こういった陶器含めたインテリアを楽しむというところも皆さんも好きな部分なのかなと思ってます。そしてこちらはこの日に別途いただきました海苔トーストと本日のサービス品でありますロイヤルブレンドでございます。
この海苔トーストののれん風のアイテムもめちゃくちゃ可愛らしいですし、そしてなんといってもこちらの海苔トーストですね。トーストというとジャムをかけたりというところで結構甘いイメージをされる方が多いかと思うんですけれども、こちらの海苔トーストは醤油で味がつけられためちゃくちゃ個性的なメニューになってまして、おにぎりから着想を得ているということでございまして、パンに変えたらまた違った味わいができるんじゃないかなといった発想から生まれている注目メニューになっています。続いてご紹介しますのは、食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれているこちらのトロワバグさんでございます。こちらは1976年に誕生し、神保町で愛され続ける隠れ家喫茶になっています。こんな感じで地下に潜っていただいて、照明落とし切りの雰囲気がめちゃくちゃ抜群になってますので、知っていただいた方は隠れ家的にご利用いただくととてもいいかなといったところでございます。こちらのお店は食べログ100名店にも選ばれているということでございますので、喫茶店マニアの中でも評価が高いお店になっています。こんな感じで少し暗めの落ち着いた雰囲気も相まってめちゃくちゃ雰囲気のある空間になっていますので、動画以上に素敵な空間を味わえることができるかなと思っています。こちら建築デザイナーの松木新平さんによる大人な内装になっているということでございますので、そのあたりも注目なポイントになっています。こちらのお店は梁や床の大理石、カウンターの質感は時が経っても高級感あふれる空間に作り上げてくれているということでございますので、その辺も建築デザイナーの方が手掛けているからこそなのかなといったところでございます。喫茶店はコーヒーだけではなく空間も楽しむ場所との思いを込めて、先代のご両親からのコレクションである海外製のコップも添えつつ、女性の店主さんが運営しているお店でございます。こちらトラワバグさんでは以前に橋本編でご紹介しましたコクテル堂さんから仕入れたコーヒーを使っていますので、木豆をじっくり寝かせて焙煎するエイジングコーヒーというものを使っていただいてまして、トラワバグではそちらのコーヒー豆を丁寧にネルドリップで抽出してくれるところが魅力になっています。こんな感じで味のあるメニュー表からもこだわりのメニューをたくさん確認していただくことができまして、それぞれのメニューにはそのメニューに込められた思いとか、あとはこだわりポイントなんかも書かれていますので、じっくり確認していただいて、その日の気分に応じたメニューを頼んでほしいなといったところでございます。先ほどご紹介させていただきましたコーヒー専門店エースさん同様、フードメニューも非常に充実してますので、ランチ時に訪れていただいてお腹を満たすといった用途でもとてもお勧めできるかなと思っています。ただですね、結構人気な店舗ですので、特にランチタイムなんかは混んでしまうかもといったところは懸念していただきたいなと思っています。で、神保町エリア一つ注意点なんですけれども、日曜日が定休日になっているお店が非常に多いので、もしですね、土日に喫茶店巡りなんかをされる予定がある方なんかは、日曜日は避けていただいて、土曜日に訪れていただくのがめちゃくちゃおすすめになっているかなと思っています。そしてこちらは、この日いただきました、小倉バタートーストのコーヒーセットでございます。1400円でいただけるメニューになってるんですけども、このあんバターサンド、めちゃくちゃおすすめになってますので、ぜひ一度は頼んでほしいなといったところでございます。こちらの小倉バタートーストは、隣に店を構えているたい焼き神田だるまさんの絶品あんこを使ったコラボメニューだということでございますので、そういったこだわりのところも嬉しいポイントになっているかなと思ってます。続いてご紹介しますのも同じく神保町からラドリオさん。こちらの店舗に関しましても、今回の特集が完全攻略東京喫茶店16選ということで、食べログ喫茶店100名店2022に選出されている名店です。カフェ巡りをする中で100名店行ってはみたもののあまり良くなかったという店舗がある中、やはり喫茶店は当たりが多い印象でございます。こちらのお店、ご存知の方もいるかもしれないんですけれども、コーヒーチェーン店でもおなじみな生クリームが乗ったコーヒーメニューであるウインナーコーヒーが誕生した喫茶店としても知られている神保町の名店になっています。そしてこちらのラドリオさんは1949年創業で、数々の名店が存在する神保町の中でも最も古い喫茶店だと言われているということでございます。本の町神保町で本を読んでいるうちにコーヒーが冷めないよう生クリームで包むという発想で誕生したのがウインナーコーヒーでございまして、ウインナーというのはソーセージではなくウィーン風と包むの2つの意味がこもった言葉だということでございます。
ウインナーコーヒーの楽しみ方なんですけども、右手にスプーン、左手にカップを持っていただいて飲んでいただくのがおすすめだということでございますので、ぜひご注文された方はその本場の味わい方で楽しんでほしいなと思ってます。他にもたくさんのドリンクメニューがありますし、フードメニューもナポリタンなどのランチメニューも頼むことができますので、ぜひそのあたりも楽しんでほしいなと思ってます。そしてこちら、この日いただきましたケーキセットでございまして、ウインナーコーヒーと一緒にこちらのケーキをいただいてみました。このラドリアさんのロゴは常連の方が書かれたということでございまして、その辺もとても注目になっていますし、店内に至るところ、カップにもそのイラストが描かれているところもとても素敵な部分かなと思ってます。ちなみにこちらのお店の中で流れている BGM は初代の店長でありましたママさんが好きだったシャンソンを流しているということでございまして、シャンソン以外は流れないということでございます。こちらのお店の中で映させていただきました数々の味のあるインテリアと相まってミステリアスな雰囲気なんだけれども、どこか落ち着くような雰囲気を感じることができるかなと思っています。続いてご紹介しますのは、進化し続ける東京駅に昭和の面影を残す喫茶店でございますアロマコーヒーさんでございます。こちらのお店は私出勤の時にも非常にたくさん利用させていただきまして、めちゃくちゃコスパがいいモーニングが魅力になってますので、ぜひ皆さんも利用していただければと思います。直火式焙煎で焼き上げましたコーヒー豆をサイフォンで入れます香り豊かな一杯と、今申し上げましたようなコスパの良すぎるモーニングが魅力のお店でございまして、1970年の創業以来、熱風式の大量生産に頼らず、直火焙煎で丁寧にじっくり焼き上げてコーヒーを提供するスタイルは変えず、香ばしさにこだわった豆を焙煎し提供してくれるお店でございます。豆をひいて袋詰めにした後も、袋には目を凝らさなければ確認できないほどの小さな穴を開けて豆に呼吸をさせているということでございまして、こうすることで豆の鮮度を保つことができ、美味しいコーヒーの提供を可能にしているということでございます。こちらのお店は朝7時からオープンしてますので、間違いなく朝活に利用できますし、私のようにサラリーマンにもおすすめかなと思いますし、さらに申し上げますと、モーニングは12時まで可能だということでございますので、例えば東京駅周辺で宿泊された方がチェックアウトしていただいて、こちらでモーニングをいただいてから地方に行かれるという形でもご利用いただけるかなと思います。八重洲地下街でございますので、このまま食べていただいた後に少し歩いていただいて新幹線に乗るということもできますので、東京駅を出る最後の締めくくりの場所としてもご検討いただければと思います。こちらがモーニングセットになっていまして、なんと550円税込みでございますし、この厚切りトーストとジャム、バター、あんこのトッピングがついて、さらに右手に映ってますゆで卵がついています。そしてさらにホットコーヒーついてくるんですけども、ホットコーヒーもおかわり自由になってますので、もうこちら本当に入り浸ってですね、利用できるようなお店になっています。この八重洲地下街というエリア自体がですね、とりあえず東京駅で迷ったらこの中から店を探していただいて、飲み会もいいですしランチもいいですしって形でご利用いただけますので、ぜひですねアロマコーヒーさんに乗っていただいた際にお気に入りのお店を八重洲地下街の中から探していただいて、例えばその日の夜には気になったお店でディナーをいただいて帰っていただくというのもおすすめかなと思います。続いても有名な店のご紹介です。東京のオムライスで最も有名と言っても過言ではない老舗喫茶店、東銀座の喫茶 U さんでございます。こちらの店舗も食べログ喫茶店百名店2022にももちろん選出されています。歌舞伎町近くに店を構える1970年創業、53年の歴史を持つお店は若い女性を中心に絶大な人気を誇っています。営業時間は11時から16時半と少し短めでもあるので、気になる方は銀座ぶらりの計画にもしっかりと組み込んであげた方が良さそうです。そんな短い時間ながら看板メニューのオムライスは1日になんと300個以上も提供されるとのことで驚きを隠せません。店内は重厚感があり、席の数もそこそこ多め。店員さんがテキパキしておりまして、メニューの提供も早いためかお店の開店自体も比較的良いので、少し待ってみる価値もありそうです。看板メニューはオムライスで間違いないんですけれども、隠れ人気メニューとして話題なのはオムレツサンド。どうやら過去に嵐に仕上がれで紹介されたことも一つの人気の理由になっているということでございました。
オムライスさながらの自慢のオムレツをふわふわの食パンに挟んだ贅沢な一品になっていますので、オムライス体験したことがある方はこちらもぜひ試していただきたいです。さて、この日いただきましたのは注目のオムライスのドリンクセット。ケチャップライスにオムレツを乗っけて、このケチャップをかけた様子がこの喫茶ゆうさん特有のフォルムになっています。また今回ドリンクセットをいただいたんですけれども、クリームソーダとしていただきたかったのでプラス100円でフロートをトッピングしていただくことにしました。オムライスはケチャップライスの上に乗せたプルプルトロトロの卵が絶品でございまして、秘密はオムレツに生クリームを使用しているというところでございます。ぜひこんな形でスプーンですくっていただいて、そのプルプルの弾力を感じてみてほしいなと思います。カウンター席があってお一人様でも過ごしやすかったので、ぜひこの付近にお勤めの方は昼休みの休憩にも訪れてほしいなと思いました。この喫茶ゆうさんのコースターもとてもレトロで可愛らしいです。続いてご紹介しますのは、食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれていますベニシカというところでございます。こちら、この漢字を書きましてベニシカというお店なんですけれども、昭和32年にオープンした喫茶店の老舗でございます。元祖ピザトーストとして日本で初めて作られたことでも有名なお店になってますので、ぜひそういった前提知識を踏まえた上でこちら訪れてほしいなと思っています。さらに今回はいただけなかったんですけれども、コーヒーカップが炎に包まれる映えすぎるコーヒー悪魔の炎というものも大注目でございますので、タイミングが合えばぜひ試してほしいなと思っています。で、こちら日比谷駅からも近いですし、有楽町駅からも歩いていただくことができますので、ぜひともその周辺で用事がある方に関しましては訪れてほしいような、そんなお店になっています。で、入り口から雰囲気伝わってくれるかと思うんですけども、レトロな喫茶空間も店内には広がっていますので、雰囲気抜群なスペースになっています。この日はランチに訪れまして、名物である元祖ピザトーストのセットをいただいたんですけれども、こんな感じでランチ時にも結構人が集まっていまして、割と混んでる印象なんですけれども、その分ですね、開店も結構早くて、サラリーマンの方を中心に割とサクッと食べて出ていかれる方も一定数いらっしゃいますので、並ぶような心配がある方に関しましても、この辺の都内の雰囲気に比べますと比較的スムーズに入ることができるかなと感じています。一方、席の数も比較的あるかなと思ってますので、ゆっくりと過ごすことができるというところもこのお店の特徴かなと感じています。創業当初、喫茶店でのフードメニューが今ほど充実していなかった中で、喫茶店でも出せるピザとして考案されましたのがピザトーストでございます。今となっては日本全国の喫茶店でもメニューとして取り入れているお店が多いのですけれども、やはり原点となる喫茶店は別格でございます。厚切りのトーストの表面にはオランダ産のチーズがたっぷりかかっていまして、重量感もたっぷりでございます。こんな感じでランチサービスとしましては、グラタンとかハンバーグステーキとかハッシュドビーフとか様々な種類がありますので、もちろんピザトースト試していただくのがおすすめかなと思うんですけども、例えば2度3度訪れていただく場合に関しましては別のランチセットも頼んでいただくといいかなと感じています。この日は先ほど申し上げました通り、元祖ピザトーストセットを頼みました。このトーストセットなんですけども、トーストに加えましてゆで卵、バナナ、サラダ、そしてコーヒーもつくので、とても贅沢なメニューになっています。こんな感じで表面はカリッとしつつ、持ち上げるとチーズが贅沢に伸びていきますので、そういったところもぜひ写真や動画等に収めていただくと思い出にもつながるかなと思っています。このピザトーストにはピーマンやベーコンなどの具材もしっかりと乗っていまして、ランチとしていただくのにも満足感たっぷりなメニューになっているなという印象でございます。個人的に食べてみて感じましたのは、やっぱりピザトーストと言いますと、このパンの生地自体がですね、ピザに比べて比較的に厚みがありますので、そのふわっとした小麦の味わいを感じつつ、このピザの具材の感じとかチーズとか感じることができるので、個人的にはピザ以上に美味しいなというふうに感じることができるようなメニューかなとも思うことができました。以上、今回は完全攻略東京喫茶店16選としてご紹介しました。喫茶店特集自体が久しぶりだったので、とても盛りだくさんな動画になったかなと思います。今回紹介したお店の中には、最後のベニシカさんのピザトースト、ラドリオさんのウインナーコーヒーなど、そのお店が発祥となった歴史を知ることができるお店もたくさんありますし、多くの店が50年以上の歴史を持つ、とてもレトロな空間になっていますので、その雰囲気を味わうだけでも十分に楽しめるかなと思います。まさに東京観光の際には、この喫茶店自体が一つのホットスポットとして位置づけられるような動画になっていますので、東京在住の方々は東京のさらなる魅力に触れていただきつつ、東京以外にお住まいの方、そして外国人観光客の方々は、この動画を参考にしていただいて、16個ある中のどれに訪れればいいかといった計画を立てる際の参考にもしてみてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。